こんにちは、みどちゃれ TV の愛です。今回の舞台は埼玉県の森林公園。池袋から東武東上線で1時間ほど。全国初の国営公園、武蔵丘陵森林公園の玄関口として知られ、休日には家族連れやカップルで賑わいます。そんな駅前に口コミで高評価の癒しホテルがあると聞いて気になってやってきちゃいました。今日はその中でも西武ライオンズをテーマにした特別なコンセプトルームにおこもりします。野球にはあまり詳しくない私ですが、旅好き目線でしっかり楽しんできました。野球好きの方もそうじゃない方も楽しんでいただける動画になっていると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは旅のスタート。はい、ということで、森林公園駅の南口にやってきました。ホテルは南口を出てすぐ1分ぐらいのところにありますよ。駅前に一軒焼き鳥屋さんを発見しました。ホテルのすぐ近くにローソンさんがあります。この時は夕食をどうしようかなと迷っていて、夕食難民にならないかといろいろ調べていました。そして本日宿泊するホテルがこちら。森林ホテルです。2020年に誕生した比較的新しいホテルですよ。それでは中に入っていきましょう。森林ホテルは西武ライオンズのオフィシャルスポンサーとして客室をライオンズ仕様に装飾したコンセプトルーム、ライオンズクラブルームを開設しています。はい、ということでホテルに到着しました。今日はちょっと変わったお部屋、コンセプトルームに泊まりたいと思います。なんと西武ライオンズルームがあるんです。で、これが今専用のフロアになっています。そしてライオンズクラブフロアはスタジアムの雰囲気をイメージしたデザインになっていて、壁面にはレプリカユニフォームが飾られていますよ。はい、ということで私の本日のお城はこちら、206号室です。では入ってみましょう。はい、お部屋に到着しました。ライオンズルームは選手ごとにお部屋が分かれています。私の選手はどの選手なんでしょうか。では、ルームツアーです。はい、お部屋全体の雰囲気がこんな感じです。はーい、竹内選手のお部屋です。メインの壁画は竹内投手でした。では一つ一つ見ていきましょう。入り口入ってすぐお洋服とかね、かけられるハンガー類。そして入り口入ってすぐ洗面台もあります。すごいまだ新しい感じですね。綺麗です。ドライヤーはパナソニックのイオニティ。はい、その下は冷蔵庫です。はい、そして電気ケトルとかマグカップ、お茶、紅茶がありますね。お水も用意してくれています。机はね、非常にコンパクトですけど特に問題なく使えそうです。はい、このお部屋の特典でペンとかレターセットがもらえます。ファンはすごい嬉しいんじゃないかなって思います。そして大きめのテレビ。ライオンズというマークがついてます。テレビの下にはセーフティーボックス、ゴミ箱、そして空気清浄機、加湿器があります。はい、バゲージラック。カーテンもね、ライオンズって書いてあって可愛いの。これ絶対ファンはさ、たまらないよね。ちょっとカーテンの方に来たので景観も見ていきましょう。なんか自然豊かな場所なので、すごくなんか見てるだけで気持ちがいいです。はい。で、ご覧の通りコンビニはすぐ近くにあるので、先に買い出し行こうかななんて思ってます。はい。そしてベッドです。ライオンズって書いてあって可愛い。選手もね、目線が合うわけではないから、見られてる感じもなく、はい。リラックスできます。でね、私野球ごめんなさい、そんなに詳しくないんですよ。ただコンセプトルームが素敵だなと思ったのと、あとやっぱりこういうお部屋をね知りたいっていう方もいらっしゃると思ったので、それで今回来てみました。はい、ベッドサイドには照明のスイッチとかコンセントの差し込み口があります。はい、そしてベッドの横には小さなソファーがあります。でね、枕は結構柔らかいので高さもちょうどいい感じですね。もっちりしてます。はい、ナイトウェアは意外でした。浴衣です。なんかビジネスホテルでザ浴衣っていうのがすごい久々な感じがします。はい、ではお手洗いを見ていきましょう。はい、とっても綺麗なお手洗いなんですけども、ここにもライオンズマークがついてます。
はい、こっちもこんな感じです。手洗いの横にシャワールームもあります。ここね、でも大浴場があるの。だからね、多分使わないと思います。はい、一応ね、シャンプー、コンディショナー、ボディーソーパー、こんな感じです。はい、以上ルームツアーでした。では少し共有スペースも見ていきましょう。ライオンズルームがある2階にはもうすぐね、自動販売機とか、はい、コインランドリーもあります。ドリンクはね、良心的なお値段でしたよ。そして製氷機もすぐ近くにあって便利です。そして嬉しいのが大浴場が完備しているということです。こちらは1階です。1階にも自動販売機がありまして、電子レンジもありましたので、温めてご飯を食べることもできます。はい、その後、コンビニによってお酒類をたんまり購入してきました。はい、今日は野球ということで、野球にちなんで野球のルームウェアを着てきました。全身を見ますか？こんな感じ。キャー！なんか履いてないみたいだね。大丈夫です。履いてますから。じゃん。ちょっと恥ずかしい。全身コーデこんな感じです。背番号10番。愛です。へいへいへい。はい。じゃあせっかくなので、野球にちなんだ歌を歌います。何の曲か当ててください。ドレミファードン。チャチャンチャチャンチャン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 チャラララララ。分かった？これ分かる人いるかな？分かんないよね、普通ね。はい。じゃあ最大のヒントを振り付けます。チャチャンチャチャンチャンチャ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 ンチャチャ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 ンチャンチャチャンチャチャンチャチャララララ。恥ずかしい、バカだなってみんな思ってるでしょ。分かった。分かる人は分かると。じゃあ最大の最後のヒント。もう電気カチカチすいません。私が動いてるから。歌って踊ります。いくよ。チャチャンチャチャンチャチャチャン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 チャンチャンチャ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 ンチャルル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 チャ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 ンチャチャチャン。背番号1のすごいやつがいて、フラミンゴみたいちょいと一本足で、スーパースターの腕増しにベンチのサインは敬遠だけど逃げは嫌だわ。分かった？正解はどうぞ。当たりです。正解はピンクレディーさんのサウスポーでした。私ピンクのサウスポー。バカだなってみんな思ってるでしょう。じゃあご一緒に。キリキリマイよ、キリキリマイよ、魔球はハリケーン。はい、ピンクレディーのサウスポーでした。私も子供の頃、サウスポーでした。はい、お夕飯の時間になりました。1階のレストランにやってきましたよ。こちらは朝は朝食会場になっています。広々としていてとても素敵な空間ですね。こちらはまさにカフェスタイルで、自らレジカウンターで注文してお支払いを先にしてお料理を持ってきてくれるというスタイルです。ちなみにあの格好じゃ恥ずかしいので着替えました。ということで早速生ビールが届きました。樽生ビールです。では今日もお疲れ生です。運動した後だから美味しいです。運動っていうか歌ってただけなんだけどね。今日の夕飯どうしようかなと思った時に、せっかく野球のコンセプトルームだから球場飯みたいなものが食べたいなと思ったのね。それでお部屋で焼きそば食べたいと思ってたの。だけどね、コンビニで焼きそばの美味しそうなやつが売ってなかったから違うのにしました。何を購入したか後ほどご紹介します。ということでこちらではおつまみをちょこっとつまもうかなって思っています。注文したのは枝豆です。盛り付けがおしゃれで美味しそうですね。では早速いただきます。
ちょうどいい茹で加減に程よい塩分でとっても美味しいです。このチップもね、すごいね、美味しかった。ちなみにこちらがメニューです。カフェだけあってね、ご飯を食べるような感じのところかな。だからお酒に合うおつまみはね、割と少なくって、枝豆とかウインナーとか、そんな感じでした。で、私が注文したのは枝豆と、この後登場する土壌の唐揚げです。はい、こちらが土壌の唐揚げでございます。揚げ方がとっても上手ですね。盛り付けがすごい、とにかくおしゃれだなと思いました。では早速食べてみます。土壌を食べるのは久しぶりです。土壌って生臭いイメージがありましたが、全然生臭くなかったです。ただね、ちょっと一人では量が多いなと思いました。この辺りは土壌が取れるのかなと思って、翌朝ね、シェフに聞いたら、このホテルの元々のスタートがレストランだったんだって。その時にね、この土壌の唐揚げが人気メニューで、そのまま残したいっていうオーナーの気持ちがあったことから、はい、現在も引き継がれているみたいですよ。ある意味こちらのホテルの名物でもあり、歴史でもあるから、ちょっと量は多かったけど、いただくことができてよかったです。良いチョイスでした。はい、お部屋に戻ってきました。でも、コンビニで、実はちょっとね、締めを買ってるので、はい、本当に一杯だけ軽く気分転換で、1階のレストランで飲んで、ちょっとおつまみ食べてきました。でね、ここ大浴場があるので、酔っ払う前に1回お風呂に入ってこようと思います。じゃあ行ってきます。はい、お風呂から上がってきました。ちょっとね、こう玄関からね、この席が近くって、ここの電気がね、ついたり消えたりあるでしょ、自動のやつ。私が動いたりするためについたり消えたりしてるんで、ちょっとご了承ください。じゃあ今日は夜な夜なエールから。では、お疲れ生です。はい、というで、野菜が足りなかったので買ってきてます。この駅はね、そんなにたくさん食べるところがあるわけじゃなくて、でも駅前にローソンさんがあるので買ってきました。ホテルの方に聞いたら焼き鳥屋さんとかもありますけど、やっぱりお店は少ないって言ってました。ホテルのおこもりが好きな私としては何ら問題はないです。みんな野球好きなチームとかあるのかな。旅行くと体を休めに行ってるのに温泉入ったり、なんかテンションが上がりすぎて疲れるってない？もうこれちょっと気になるよね。離れた方がいいんだけど、私はここでこうやって動かすとちょっとついちゃったりするんでね、ちょっと離れてみようかな。窓際だったらよかったのかな。どうなんだろう。ちょっとこっち側に行くか。これだったら大丈夫かな。ね、ついたり消えたりが気になる。ちょっと離れました。これはね、実際のパジャマではなくてコスプレで買いました。だけどすっごいなんか楽なんですよね。コスプレなのに結構楽。しかも私の大好きな短パンなので涼しいです。暑がりだから短パンがすごい夏は好き。もう秋、冬になるところだけど。視聴者さんで竹内選手のこと好きな方いらっしゃるかな。もしこのお部屋泊まったらすごいむちゃくちゃ嬉しかったりするのかな。嬉しいよね、きっとね。なんかね、選手何人かいらっしゃってて、来てない。今回は竹内選手のお部屋がたまたまなんだけど、何名かのお部屋があって、で、空いてれば、事前に希望を言えば入れてくれるみたいです。で、私は本当にごめんなさい、詳しくなくて、お任せしたところ、ご縁がありました。ご縁があったよ、竹内選手。背番号21。私は背番号10。背番号10ってどなたですか？背番号。すいません。本当にふざけてるみたいな感じですけど、真面目なんです。
これでも真面目なんです。一生懸命生きてるんです。野球か。すごいやつがいて。ピンクレディーさん懐かしいでしょ？はい、ということでハイボールタイム。では今日もお疲れ、はい。すっきり。ということで今日のお菓子タイム。これはローソンさんのチーズビット。私はチーズ好きなので、チーズのお菓子があると嬉しい。開けます。チーズビット。美味しい。これ系好き。やっぱチーズの味好き。ハイボール2本目。2杯目、お疲れ、はい。今日はあんかけ焼きそばです。はい、温めてきました。炙りホタテとエビあんかけ焼きそばです。今日の夕飯。これさ、意外とボリュームあるように見えるんだけど、374カロリーだって。じゃーん、からしを入れました。じゃあいただきます。なんか同じエリアに焼きそばがあったのね。で、本当は焼きそば食べたかったの。なんか球場っぽいじゃん。だけどなんかさ、野菜も少なくって本当に麺だけっぽい感じで600か700カロリーだったの。で、これさ375カロリー、もう400しない。そしたらこっちの方が絶対いいなと思って、本当はねソース焼きそば食べたかったんだけど。いただきます。いただきます。クラゲはカルシウム。ローソンさんのあんかけ焼きそばを初めて食べたんだけど、こんなに美味しいって知らなかったです。これはリピ間違いなしです。ヘルシーだし、野菜もたっぷり取れるんで良い出会いでした。美味しかったです。ごちそうさまです。はい、テレビではホテルのね、オリジナルかな、ヒーリングミュージックがいろんな種類を流すことができて、これはテーマ、雨です。これをね、ちょっとかけながらゆっくりして眠りたいと思います。では、おやすみなさい。おはようございます。朝です。時刻は7時13分。お天気はどうかな？はい、お天気良さげです。空気がむちゃくちゃいいんだよね。竹内選手、おはようございます。その後、体を目覚めさせるべく大浴場に向かいました。温泉ですが、こちらで沸いているものではなくって運び湯だそうです。風呂から上がったので朝食へ向かいましょう。1階カフェレストランベリーズです。さあ、また夜と違った雰囲気で爽やかで素敵です。では朝食のラインナップをご覧ください。彩り鮮やかで美味しそうなお料理が並びます。そして私が持ってきた朝食がこちらです。では、いただきます。まずはサラダから。新鮮野菜がシャキシャキ、みずみずしくって鮮度が伝わってきます。そしてこちらはカルパッチョ。マダイのカルパッチョかな。繊細にカットされていて口当たりがとっても良かったです。そしてなんとこの朝食、宿泊者は無料でいただけちゃうんです。宿泊者以外は
1500円で利用することができるそうですよ。そしてこちらのレストランでは地元の新鮮な食材をふんだんに使ったお料理にこだわっているそうで、まさに旅人にとってはそこも嬉しいポイントですよね。季節ごとに変わるお料理をまた食べに行きたいなと思いました。そして私のお気に入りは今食べていた肉じゃがと、あとね、このガーリックライス、すごく美味しかった。私よく旨味って言ってるんだけど、お料理にやっぱりね、旨味が欲しい人なんですね。かなりそここだわるタイプで。ここのお料理はね、すべてに旨味が凝縮されてました。でね、このパスタがまたむちゃくちゃ美味しくって、美味しすぎて、あれ？このシェフはイタリアン出身なのかしらって思うぐらいでした。この後ね、シェフとお話できたんだけど、シェフはフランス料理出身なんですって。どれも美味しくって、またこの朝食を食べに行きたいななんて本当に心から思いました。そしてこちらのカレーも忘れてはいけません。絶品でございます。他のお客様もね、このカレーが美味しいってシェフに話しかけてました。グッドです。はーい。さっきの肉じゃがをご飯に乗せて牛丼にしちゃいました。わんぱく飯です。まあそれにしても朝からよく食べますね。どれも美味しかったです。ごちそうさまでした。フレンチ？フレンチホテルですからね。そうなんですか？すごい。でもちょっといい時に来ました。行きますよ。これだけ行きます。はい。はい、シェフです。これでいいの？このまま。大丈夫です。はい、シェフです。ありがとうございます。声も入ってる。声も入ってます。新日ホテルよろしくお願いします。美味しくいただきました。ありがとうございます。また来てください。また来てください。またぜひ伺い。フロントで声かけてください。本当ですか？このムッシュって呼ばれてるからさ。ムッシュ？ムッシュ。じゃあ、ムッシュ。虫じゃないよ。ムッシュ。またムッシュ高島。ムッシュ高階さんいらっしゃいますかって。今日いますか？はい、朝食から戻ってきました。すんごい美味しかったです。無料の朝食なので、失礼ながら期待をそんなにしてなかったんですけど、なんかね、朝食を食べるために泊まるっていう目的の方がいてもおかしくないぐらい美味しかったです。そして今回も特徴的なホテルだったので、私の率直な感想をまとめていきたいと思います。まず、ズバリ、このホテルに泊まってよかった。癒しの空間でした。まずね、ここはね、個人経営なんですって。チェーン店とかではなくて。だからスタッフがもういろんなことをやるんですって。フロントもやれば清掃もするし、調理もするしっていう。すごいアットホームでしたね。こう柔軟性があるじゃないですか、個人の経営だと。とにかくスタッフのね、人柄がめちゃくちゃ皆さん良いです。お客さん見てても多分このホテル目的に来てるのかなっていう方が何名かいらっしゃいました。そして今回の気になるお値段がこちら。一泊朝食付きコンセプトプレミアムルームで 15,120 円でした。はい、そして次回はこちらの動画の続きです。やっぱりここに来たからには森林公園に足を運ばないわけにはいかないということで、本当はこの動画一本にまとめたかったんだけど、森林公園があまりにも広くて、ちょっとね、長くなりすぎちゃうということで分けることにしました。ぜひ次回も楽しみに待っていてください。ということで今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。あなたのグッドボタン、チャンネル登録の応援が次の動画制作の励みとなりますので、ぜひ応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。みどちゃれ TV の愛でした。